当工場は仙台港に位置し、敷地面積6万3000平方メートル、建物面積1万5000平方メートルであり、150人の社員が木製据え付け家具を設計・製造しています。2011年3月11日の東日本大震災の津波によって当工場は壊滅的な被害を受けましたが、皆様のご支援により建物などの復旧、新規機械設備の購入を進め、2011年4月22日に製造再開、4月25日に出荷再開ができました。現在では設備・生産量ともに震災前と同程度まで復旧しました。主な製造品目は、学校の収納戸棚、シューズボックス、実験台、調理台、病院の受付カウンター、洗面化粧台、流し台、消灯台などがあり、全国でご利用いただいております。この他に、各県の地域産材を使った木製家具の製造をしています。震災当時の状況ということなんですけども、仙台港工場は仙台港の岸壁に面しており、高さ8メートルの津波の直撃を受け、原材料製品はおろか、設備施設とも壊滅状態になりました。地震の直後に湾船放送で10メートルを超える津波警報があり、機械を停止し、各人通勤車両で避難につきました。直接帰宅した者も多数ありましたが、近くのスーパーの3階に避難した人は自分の車が離陸するのを見ているだけでした。付近一帯は2日間にわたり冠水状態に加え、瓦礫と流入車両で交通も不可能な状態でした。仙台港工場の敷地に流入した車両の山から出火があり、主工場にも延焼がありました。工場の片付けやその後の対策も手につかないまま、1週間は従業員の安否を確認する毎日でした。電気、水道、都市ガスが停止し、電話も不通で、携帯電話の充電もできず、安否確認するだけで途方もない時間が過ぎました。幸いにも一人の犠牲者もなく、全員無事であることが確認でき、本当にほっとしました。で、ただし、私と佐藤はね、この日ビッグサイトにいまして、帰ってくるのが帰宅困難者の味を味わいました。車を借りられ、取引先から借りられた、内田さんのね、貸してくれたんだけど、突然で借りたから、ガソリンも半分しか入ってなくて、で途中も震災の影響で停電になってて、停電になってくるとポンプ動かないから、給油できないんだな。やっと帰ってきました。24時間24時間24時間、走りっぱなし、高速はダメだから、全部下走ってきたんだけども、崖崩れとかでね、迂回しながら帰ってきた。会社の中でかなり混乱があったと思うんですけど、工場長はちゃんと上手だから大丈夫だった。混乱当時地震あって、で最初大きいのドンと来て、もう立ってなくて座り込んだ事務所がね、ちょっと事務所にいたから座り込む社員もいたし、また次に大きいのが来て、でここら辺のこういう戸棚は通れるわ、もう中の本とかね、こういった資料ももう崩れるわで、とにかく下に、降りろって言ったよね。下に降りろと、2階じゃなくて、ここいたらまずいですからね、いつ本当に崩れるそんな感じでしたか、2階が崩れるんじゃないかと、逆に。現場ではやっぱり稼働時間中だったと思う。そう、休憩前、3
30前だったな。 2時40分。 3時から30分休憩なんですよ。はいはいですからその休憩前に起きましたから。現場でのこうやっぱり作業の機械とかもちろん自分見てないから分かんないけども、揺れと同時に私の下に置いた時も全員が外出て、あ、外で出て、はいでそこでこの時に書いてある通り携帯で、確認確認したら最初6メーターの津波で次に10メーターの津波、もうそこですぐ判断して避難しろ、もお帰りください。う帰れ。このじゃあやっぱり僕の思うとこのビルの2階に避難しようと思われた方はいなかった、崩れるかもしれないって感じ。じゃなくてね、下に降りて揺れ収まってね、下に降りてその時みんな携帯で情報を仕入れたから、その時もう津波来るっていう。でもうみんな車に乗って多くの人は帰ってもう避難しました。それ車で逃げ切れたってことですね、ほとんどの人ね。結果的に結果的なんですね。工場長ももう車乗って一番最後まで、うんそれでもなんかこう波の中が越えてきそうなっていうか、やっぱり責任として全員が退避するまでは10メーターの津波って想像なんかつかないですよね。でも工場長も車で最後立たれたんですか、全員出られてから渋滞に巻き込まれた。渋滞になりますよね、それね。後ろから波来ないんですかみたいな。いやその時は来なかった。大丈夫だったんですか。最後には反対車線をもう突っ走って、あ、突っ走っていかれました。出ないとそれはやばいですよね。何分後くらいに波実際来てたの30からね30分あったんです。45分ぐらい。じゃあまあ避難できた。屋上の駐車場に逃げ込んだんですよ、私ね。ショッピングこの辺の、でもう少し遅ければ巻き込まれてうわ、た。そのぐらいのこう時間。それはみんなが帰られるまで何十分も経ちますもんね、車でね。そこからもう動かないんだよ、目の前のところ。大体全員無事っていうのは分かったのはいつ頃になるんですか。結構ね、1週間ぐらいで、ここの工場自体がもうその時点では再起不能だったんで、とりあえず事務所だけでも、この本社の原野町、原野町の本社の方にそこの事務所を移動しました。で今話の手代も含めて復旧のために取り組んだことで、津波の被害を受けてない本社に間借りして年度末で納入しなければならないものや施工物件の対応をしました。で3月11日だったのでちょうど年度末の納品が立て込んでました。で非常に商品もね出来上がってました。でそれが全部流れてしまったんで、製品や半製品が全て流出するために直近の納期の製品はお客様から他社に手当てし直されましたが、納期のあるものはさらに返納のお願いをするのが仕事になりました。伸ばしていただいた納期にも間に合わせるためにも、いち早く工場の再建と製造を再開することが大事だと思い、場内の瓦礫の片付けをしました。10トンのダンプカーで1000台分の量に達する瓦礫の片付けを始めると同時に、加工設備や原材料及び工具類の調達に奔走しました。ドイツの木工機械店にも行きましたが、各機械メーカーの受注が好調で納期の点で折り合いがつかなかったため、中国の木工加工機械店で機械や工具を買うとともに、仙台商工会議所からの中古機械の紹介を受け整備していきましたということです。